こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーCAD 1.0 基本的操作法第12回、ドラフトワークベンチの続きを解説していきます。今回は、注釈ツールの中のテキスト、寸法、ラベル、アノテーションスタイルエディターについて説明を行います。テキストツールの使用方法について説明します。まず、テキストツールをクリックして文字の表示位置にカーソルを合わせクリックします。クリックした位置が最初の文字の下端となります。パラメータ設定画面で入力する場合は、座標値を入力した後エンターポイントをクリックします。すると、スライドの中ほどの画面が表示されます。ここでは表示する文字を入力しクリエイトテキストを押すと画面に、ここで入力した文字が表示されます。すでに入力されたテキストを修正するには、モデルウィンドウでデータタブをクリックします。そしてテキストの値を修正すると、画面の文字に反映されます。次に、寸法ツールについて説明します。最初は単点を選択して行う場合について見ていきましょう。まず、寸法ツールをクリックした後、寸法をつける図形の視点をクリックします。そして終点でもう一度クリックします。次に、寸法を表示する方向にマウスを動かし、もう一度クリックすると、右図のように寸法が表示されます。寸法をつけるもう一つの方法は、エッジを選択して行う方法です。まず、寸法ツールをクリックした後、パラメータ設定画面で、エッジを選択ボタンをクリックします。そして図形のエッジを選択し、クリックします。次に寸法を表示させたい方向にマウスを移動しクリックすると、右の図のような寸法を表示させることができます。寸法の書式設定を変更するには、モデルウィンドウより、ビュータブをクリックしグラフィックスのプロパティを変更します。こちらのスライドでは、アロータイプをプルダウンして、アローを選択した例を示しています。次にラベルについて説明を行います。ラベルは、説明する図形に線を引きラベル文字を表示する機能です。最初に、ラベルツールをクリックして、視点をクリックした後、マウスを移動し、中点でクリックし、最後に終点でクリックすると、右図のような線とラベルが表示されます。ラベルに表示される文字は、規定値はラベルですが、この文字を変更するには、モデルウィンドウより、データタブで、ラベルのカスタムテキストの値を変更すると画面に反映することができます。最後にアノテーションスタイルエディターについて説明します。アノテーションスタイルエディターは、ラベルなどの書式をスタイルとして登録する機能を持っています。使用方法は、このツールをクリックするとアノテーションスタイルエディターが表示されます。ここで左上のボタンをクリックすると、新規追加が表示されるので、これを選択します。そしてスタイル名を入力した後 OK ボタンを押します。次に、文字の大きさやテキストの色、線分の表示形式などを設定した後、OK ボタンを押すとスタイル名で設定した書式として登録されます。登録したスタイルを使用するには、モデルウィンドウで、ビュータブを選択し、アノテーション項目でプルダウンして登録したスタイルを選択します。すると選択した書式で表示を切り替えることができます。次にワークベンチの中の注釈ツールについて説明します。最初にテキストについて説明します。テキストツールをクリックします。次にテキストを表示したい位置に移動し、クリックします。この位置が文字の下端となります。そしてこの枠の中に、文字列をキーボードより入力します。例えばここにテキスト1と入れます。そして、このクリエイトテキストボタンを押します。すると、このように入力されたテキストが表示されます。続けてこちらにもテキストを入力してみましょう。それでは今度は全角文字列を入れてみます。そしてクリエイトテキストを押します。するとこのように、入力された文字列が表示されます。テキストツールでは、英数字だけでなく全角文字列でも表示することができます。入力された文字列を修正したい場合は、
モデルを表示し修正したいテキストを選択します。次にデータタブを押してテキストの内容を修正します。ここではテキスト100に修正します。するとこのようにテキストが修正されました。それでは次に寸法について説明します。最初に寸法を測る図形を描いていきます。このような形で四角形を描きます。そしてこのモードを閉じて脱出します。ここに寸法を入れます。こちらの寸法ボタンを押します。次に寸法を入れる開始点でクリックし、そしてマウスを移動し、終了点でもう一度クリックします。そして寸法を表示したい方向にマウスを移動しクリックします。これで閉じて完成です。すると、このように寸法が表示されました。寸法入力方法についてもう一つ説明します。ツールをクリックした後、エッジを選択ボタンを押します。そして図形のエッジをマウスでクリックし、寸法表示方向に移動し、もう一度クリックします。そして閉じて完成です。こちらのマークの編集方法について説明します。モデルのビュータブをクリックします。ここではグラフィックスのアロタイプがドットになっていますが、この項目をクリックしてサークルに変更すると、このように修正されます。今度はアローに変更してみましょう。すると、このように表示されます。こちらの寸法も変更してみましょう。ビュータブで、アロータイプをアロに変更します。このような形で、ビュータブのプロパティを変更することによって、設定を細かく調整することができます。次はラベルについて説明します。ラベルは線を引いて、注釈として文字列を入力する機能です。例えばここでクリックし、マウスを移動しもう一度クリック、そして横に移動しクリックするとこのようなラベルが表示されます。このラベルの文字を変更するには、モデルウィンドウでデータタブをクリックし、修正します。こちらのラベル項目のカスタムテキストを見ると、ラベルとなっています。それではこちらのデータをボックスに修正してみましょう。すると、このようにラベル文字を修正することができます。この場合も同様に、ビュータブをアロータイプを変更することができます。今ドットとなっていますので、こちらをアローに変更しましょう。次にアノテーションスタイルエディターについて説明します。こちらのツールをクリックすると、このようなウィンドウが表示されます。こちらのウィンドウでは、テキストや線、矢印などの属性をスタイルとして登録することができます。こちらのボタンをクリックし、新規追加を押します。すると、このようにスタイル名を入力する画面が表示されますので、適切な名前を入力し、OK を押します。ここではスタイル1と入力し、OK を押しました。例えば文字の大きさを 5mm とします。そして文字の色を赤にします。そして矢印のタイプも変更しましょう。このように、この画面でいろいろな属性を変更することができます。設定が完了したら OK で、スタイル1として登録することができます。例えば、こちらのラベルに設定したアノテーションスタイルを適用してみましょう。ビュータブでアノテーションをクリックし、先ほど設定したスタイル1を選択します。すると、
このようにアノテーションエディターで設定した属性にラベルが変更されます。矢印がうまく変更されていないので、もう一度エディターを起動し修正します。スタイル1を選択します。ここで矢印のタイプがメモリ2になっているので矢印に変更します。すると変更が適用され矢印タイプが修正されました。それでは、もう一つ、アノテーションスタイルを作ってみましょう。新規追加で、スタイル2を作ります。文字の大きさを10に設定します。矢印のタイプを点にします。色はブルーにしましょう。これで確定します。それではこちらの寸法に、アノテーションスタイルを適用してみましょう。スタイル2を適用すると、このように寸法の属性が変更されます。